されども、今回作っていくのは煮込みハンバーグです。なぜならお家の IH 新しくなりました。こちらですね、パナソニックさんの IH クッキングヒータービルトインタイプ S シリーズです。僕ね、もともとフランスに修行に行った時初めてレストランのキッチンで IH を使ったんですよね。それまではガスコンロしか使ったことがなくてですね、IH なら細かな温度調整もできるし、温度を一定に保つことができますからね。以降 IH を好んで使ってます。やっぱりこのフラットなデザインがいいですね。パナソニックさんの今回の S シリーズも美しいっすよね。美しい。僕ですね、これまでもパナソニックさんの IH を使ってたんですけど、火力が上がってる気がしますね。業務用化っていうぐらいね、しっかりとした熱が伝わります。で、あとは大きい鍋28センチとかあるじゃないですか。これがね、まんべんなく全体に加熱できるっていうのはすごくいい部分だと思いますね。今までだとね、あれだけ大きいフライパンとか使うと真ん中の部分しか当たらなかったんですよ。それがね、ちょっとしたストレスでね。ちなみに大きいだけじゃなくて10センチのかなり小さい鍋も使うことができます。天面の加熱エリアが広がって自由度が上がりました。それで IH の取り付け作業は業者さんが来てくれたんですけど、結構大変な作業なのかなと思ってて、割と時間空けてたんですよね、僕も。そしたらまさかのめちゃくちゃ簡単で、パコッと外してパコッとはめてささっと帰っていきました。素晴らしいですね。プロですね。さあ、そんな熱い IH トークが繰り広げられたんで、そろそろ調理について少し話を進めていきます。まずこれはね、なんといっても玉ねぎ。誰が何と言おうと玉ねぎです。みじん切りにしておいた玉ねぎはフライパンを用意して加熱していきます。オリーブオイルは大さじ1杯ぐらい。火力は中火ですね。しっかりと辛みを飛ばしていきます。そして赤ワインですね。この玉ねぎはハンバーグの種に全部入れるんですけど、赤ワイン入れるとだいぶ味に重厚感出てくるんですよ。あっさり食べたい時はもちろん赤ワインとか加えなくていいと思うんですけど、少しね、いつもと違うしっかりとしたパワーのある種を作りたいっていう時はぜひ赤ワインおすすめします。玉ねぎは粗熱を取るために冷蔵庫に入れて冷やしておいて、その間にカシューナッツですね、これもハンバーグに加えます。お肉にちょっとしたこういうナッツ感が加わるとね、ハンバーグとか、あとフランス料理のパテとかはすごく美味しくなるんで、割と手に入りやすいカシューナッツとか、もしくはアーモンドでもいいですね。ちょっとハードル高いけどピスタチオなんかもね加えたらすごく高級感も出てくるんで、そういうやり方もあります。そしたらひき肉、これ合いびき肉ですね。しっかりと氷の上で練っていきます。どれぐらい練ればいいかっていうと、もう手が疲れるまで練った方がいいんですけど、目で見た時に少し油とお肉が合わさって白くなってくるんですよね。ピンクがかった白みたいな、それぐらいになってきたら頃合いです。粘りもかなり出てきますから、手の感覚と目で見た感じとその2つで合わせてください。あとは用意していた材料たちを加えていきます。ここでもムラが出ないように全体をまんべんなく合わせましょう。そこからは成形ですね。この空気を抜く作業っていうのはできればしっかりとやった方がいいんですけど、慣れてない方とかは普通に叩くだけでも全然問題ないです。パチパチ、いやペチペチ。この空気を抜くっていうのも焼いた時に焼き崩れないようにするっていうのが理由としてあるんで、そこまでね味に大きな変化があるわけではないと思ってます。もちろんね、完成度を高くやりたいっていう方はしっかりと空気を抜いていただいて、ただね、苦手な人はそこまで神経質にならないで大丈夫です。じゃあこれもしっかりと冷蔵庫で30分ぐらい冷やしておきます。どちらかというとね、この冷やすっていう作業の方が大事だと思うんですよね。こねて成形してからすぐ焼いちゃうと肉がね形状を保ってられなくてだれちゃったりとか、ちょっとひび割れしてしまったりとかねするんで、形を整えてからは最低30分ぐらいは冷蔵庫で休ませましょう。ハンバーグのベースさえできてしまえば
残りはイージーです。玉ねぎはくし切りにカットしておきましょう。さっきみじん切りにした時に一緒に切ればよかったですね。やっちまいました。先にカットしておいたマッシュルームも、これもソース用です。この玉ねぎとさっきのマッシュルーム、あとこちらのニンニクです。さあでは煮込みのソースベースとなるものを作っていきましょう。このストーブ鍋も26センチぐらいあって、もうこれぐらいになったら何でしょう、加熱エリアっていうのを全体にした方がいいと思います。これがね、いいっすよね。冒頭でもちょっとお話しした加熱エリアをいろいろ選択できて、大きい鍋に関しては全体のエリアでまんべんなく火入れができる。こういうのを待ってたんですよ。でハンバーグは強火で焼いていきます。鍋の温度がもう低い状態から入れ始めて強火っすね。こうガンガンに熱々のところに入れると結構ねドリップがたくさん出ちゃったりするんで、そういった意味もあってなるべく温度が低い状態からこの種は加えていきます。でこれぐらいがねちょうどいい焼き色なんですけど、ちょっと焦げ気味に今回は焼いていきます。煮込みハンバーグなんで、焦げたこの色、焦げたというかちょっと焦げ気味の色が液体に移って液体が濃くなりますから、少しだけね攻め気味にしましょう。ただ強火なんでちゃんと気にしましょうね。気づいたらとんでもなく真っ黒焦げになってるっていうこともあるんで。ちなみに IH のいいところはね、こうやってささっと周りを拭けるところですよね。さっと拭いてきれいにできる、この魅力ってすさまじいんですよ。清潔な環境を常にすぐ実現できる、最高っすね。さあそしてハンバーグは引き上げて、そのまま玉ねぎとニンニク、あとマッシュルームを加えて蓋をして蒸し焼きにしました。そうすると程よくねマッシュルームと、玉ねぎとかから水分が出てくるんで、そのあたりがちょうど甘みが出ましたよっていう合図ですかね。そしたら小麦粉大さじ2杯ぐらい加えます。それで全体に合わせてしっかりと小麦粉と野菜が馴染んだら赤ワインを加えます。それで赤ワインも煮詰めて水分がなくなったところに缶詰のフォンドボー、これデミグラス缶じゃなくてできればフォンドボーにしてください。フォンドボーにすることによって普段家で食べてるいつものハンバーグでしょっていう感じじゃない、これ外で食べるやつじゃんっていうハンバーグの煮込みソースになります。あとはマスタードです。このマスタードすごくいい働きするんで、できればマスタードを使ってください。そうこうしてると先ほど合わせておいた小麦粉とフォンドボー、あとマスタードが合わさることによってとろみが出てきます。そうしたらハンバーグ戻して生クリームも 100ml ぐらいですね。お好みで全然調整していいんですけど、今回は 100ml ぐらい入れました。それで軽く全体になじませたら蓋をして煮込んでいきます。仕上げの段階です。ハンバーグに味を染み込ませつつ、ソースもちょうどいいとろみのポイントに持っていく。で味の濃さっていうのもここで決めるっていう感じです。だいたい3分弱火でひっくり返して3分。さあその横ではブロッコリーと人参付け合わせで準備していきます。ちなみにこの小鍋なんですけど、これは S シリーズが対応できる最小の小鍋になってます。この奥で加熱できるっていうのもいいんですよ。この IH 奥で加熱するとね、油物とか手前に跳ねたりしなくなるじゃないですか。お子さんがいる家庭とか結構そういうところ神経使うと思うんで、こういった部分とかねすごく考えられてますよね。さあそしたらハンバーグいい感じに仕上がってきたんじゃないですか。これとろみもね味もツヤももうこれね程よいですよ。もう程よいどころかもう程よすぎる。最後は黒胡椒で仕上げです。というわけでドレッセに行きます。こうやっぱり洋食、人気な洋食屋さんを彷彿とさせる盛り付けがいいっすね。それを目指しました。生クリームも余るんでちょっと盛り付けとかに使うといいんじゃないですか。あとは付け合わせでもうハンバーグの相棒と言っても過言じゃないですよね。人参とブロッコリー。
いや、これやっぱうまいっすね。この煮込みハンバーグ。ソースのベースがフォンドボー、あと赤ワインが少し入ってて、でマスタードのちょっとした辛みと酸味っていうのがこれすごくよく合うんですよ。もうここしかないっていうところでね、ソース決まってるんで贅沢なんですよね、この味が。うますぎだろ。たまにこうゴロッとしたナッツがあって、それがまたアクセントになってていいんですよね。飽きない、緩急がある。いや、やっぱね、なんといってもパナソニックの IH の熱源がこの火力でいきたいっていうところでちゃんとその火力になる感じ、手足のようにこの火力を操れる感じがね、めちゃくちゃ心地いいっす。すごくないですか？手前と奥と前面みたいな、鍋のサイズに合わせて熱のムラなくして、業務用じゃん、はっきり言って業務用。これ作るっきゃないっしょこれね。というわけで煮込みハンバーグでした。パナソニックさんの新しい IH の魅力も感じていただけたら嬉しいです。興味ある方、ぜひ概要欄のリンクチェックしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。